はい、皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。今日はですね、このソニーの新しいフラグシップ機である Xperia One Mark IV の話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、今日やっていくのはがっつりとしたね、このスマートフォンのレビューっていうんじゃなくて、最初に簡単にね、このカメラ周りの性能を、皆さんにご紹介しつつですね、この Xperia One Mark IV の、僕の気に入ってる機能の一つでもあるスローモーションの撮影、これを使ったシネマティックなね、映像の、Tips というか、チュートリアルというか、そういったことをね、皆さんにね、お伝えしていければなというふうに思ってます。最近こうスマートフォンを使った撮影のお仕事をさせてもらうことが結構多いんですけど、それでね、SNS に僕の作例を公開するじゃないですか。そしたら僕の撮った作例は参考にならないっていうふうにね、言われたんですよ。もちろんね、それは悪い意味じゃなくて、すごい褒め言葉として言ってくれてて、スマートフォンで撮ったと思えないクオリティだと、そう言ってもらえるのは嬉しいなと思う反面、いやと、テレビ CM とかでこれはスマートフォンで撮影しましたみたいな映像とかがあったりすると思うんですけど、確かにね、そのぐらいの規模感になってくると、スタッフさんとかも何十人といて、照明係がいたり、それこそセットを組んだりとか、そういったね、規模感で撮影してるんだったら、そう言われるのも納得できるんですけど、で、僕はあくまでこのスマートフォンを使って自分の身一つで撮影してるので、僕がやってることっていうのはね、みんなにも絶対できるんですよ。もちろんね、僕の作品のクオリティの 100% が僕のスキルだとは僕もよう言わないです。多分ね、半分ぐらいがやっぱりその最新機種を使ってるっていうところのおかげかなと思ってて、今日はその残りのテクニックっていう部分もね、しっかりと皆さんにお伝えできればなというふうに思ってます。じゃあそしたら早速この Xperia One Mark IV のカメラ周りを見ていきたいと思うんですけれども、搭載されてるレンズは全部で3つになります。 16mm の超広角レンズ、 24mm の広角レンズで、最後が 85mm から 125mm までの望遠光学ズームレンズとなってます。そう、これね、光学ズームなんですよ。いわゆるね、こういったズームレンズと同じように、このちっちゃいスマートフォンの中で 85mm から 125mm の間、レンズが動いて一切画質の劣化がなしに撮れるんですよ。これはね、ソニーのね技術者さんは変態ですね。この辺りの中望遠域で、ポートレートを撮るっていう方にとっては、画質の劣化がなく、さらにボケ味も活かしながら撮影することができますし、さらにこの3つのレンズの後ろにあるセンサーは全て 4K120fps に対応しているので、スローモーションを対応する僕にとっても非常に魅力的な1台となってます。というわけでね、さっきからちょいちょい映像は出てると思うんですけど、このね Xperia One Mark IV を使って今回僕が撮ってきたスローモーションの作例っていうのを、一度ね、まず皆さんにご覧いただければなというふうに思います。じゃあどうぞ。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もう今回はですね、もうこれでもかっていうぐらいスローモーションを対応した、作例になってるんですけれども、じゃあ早速このスローモーションの作例、一体僕がどういったテクニックを使って、撮影したのかっていうところを皆さんにねお伝えしていければなと思います。じゃあまずね Xperia 1 Mark IV でのスローモーションの撮影方法なんですけれども、2つの方法があって、まずはビデオグラフィープロを立ち上げて、1つ目の方法はこのメニューの中にあるスローモーションっていう項目をオンにします。でもう一つの方法はフレームレートを 120fps に選択して撮影します。で違いはスローモーションをオンにして撮影すると、初めからその記録されたデータがスローモーションになっているので、その場でこの撮影データをプレビューしたりするときに便利だったり、そのまんま SNS にシェアしたりすることができます。なのであらかじめスローモーションの映像を撮りたいっていう場合には、こっちの方が動画編集ソフトに取り込んだ時に後処理とかもしなくていいので、非常に便利かなというふうに思います。ただしこの場合は音声を記録できないっていうデメリットがあるんですけど、音声が必要だっていう場合はもう一つの方法でフレームレートを 120fps に設定して記録することで音声もしっかりと取ることができます。ただしこっちの場合は映像そのものはスローで記録されるわけではないので、動画編集ソフトに取り込んでこの 120fps の映像を引き伸ばしてスローにするっていう処理が必要になってくるので、用途に応じて使い分ければいいかなというふうに思います。僕はね今回その作例を撮ってきた時にはほとんどスローモーションをオンにする方法で、スローモーションの映像を撮影してきました。じゃあまずスローモーションでいい感じの映像を撮る Tips 一つ目なんですけれども、やっぱりねスローモーションなのでこう止まってる人、こうやって止まってる人をスローモーションで撮っても何も面白いことはないんですよ。僕の今回の作例だったらすごくこう風に揺られてはためく髪の毛だったり服だったり、あとはこう波とかですよね。目で見てるとこう一瞬の出来事を最大5倍スローにすることができるので、それをしっかり狙って撮るっていうことが重要です。で2つ目の Tips なんですけど、偶然を狙っていくっていう方法なんですよ。どういうことかっていうと、やっぱりねこうスローモーションって目で見てるものと違うじゃないですか。なので最終的にどんなものが撮れてるかって意外と分かんなかったりするんですよ。例えばこんな感じでこう被写体が目の前にいるとしたら、もうこういう感じでもう自分はもう何撮れてるか全然分かんないんですけど、こういう感じで狙っていくんですよ。そうすると意外とかっこいいものが撮れてたりするんですよ。それはね今回僕も結構対応していて、例えばこの辺のなんかこうちょっと踊ってるような感じを見せてるようなこうシーンなんかではこうやって撮影してます。なんとなくねこのスマートフォンをなんかドローンとかに見立てるような感覚でこうぐるっと相手を回り込む時もこうカメラをこうまっすぐ回すんじゃなくて、こうぐーっとこう分かります？こう右に回ってくんだったらこういうようなこうカーブを描くような撮影の仕方にすると、こう水平線がぐっと曲がったりするとか、これもね意外とその大きなモーションになったりするので、すごくねかっこいい映像の演出方法になるんじゃないかなと思います。普通に考えればこうやって撮った映像って、手ぶれもひどいし、もう画面はガチャガチャしてるし、もう見るに耐えない映像になるんですけど、ただやっぱりこれはスローモーションにするからこそ意外とこうそれが滑らかになってかっこいい、なんか普通ではなかなか撮れないような映像になったりするんですよ。なのでこれは本当にスローモーションならではのおすすめな撮影方法なので、ぜひねチャレンジしてみてほしいなと思います。で Tips3 つ目もこれもねカメラワークに通ずる話なんですけど、スローモーションって被写体もカメラも動かなければもう絵全体が止まって見えてしまうので、それだとねあんまり面白みがないんですよね。とはいえポートレートなんかを撮る場合ずっとこう被写体にぐるぐる回っててくれみたいな話もするのもおかしいので、なるべくやっぱカメラマン側も結構積極的に動くカメラワークっていうのが重要になってきます。でその時にできるだけステップを踏まずに腕の伸縮と体重移動だけでカメラワークをすること、静止している被写体にカメラワークでグーって寄ってくような映像ってやっぱり滑らかであればあるほどシネマティックな見え方すると思うんですよね。ステップを踏むとこの縦揺れの原因になるので、これを抑制することで可能な限り滑らかな映像を撮ることができます。今回のね作例では足元を狙ってる映像も結構あったと思うんですけど、あれなんかは通常だとこうやって体を下げてこう被写体にこうついていくような撮影をすると思うんですけど、低い体勢でああいう歩き方をするとやっぱりどうしても手ぶれが結構出てしまうので、手の移動だけでこういうような形で
その足元を撮るみたいな。あとはね、この Xperia 1 Mark IV だったらやっぱりね、さっきも言った広角ズームがあるので、自分は本当にこう動かないでグッと構えておいて、しっかりとこう脇を締めて 85mm から 125mm までをこうぐーっと広角ズームで寄っていくとか、そういった方法もあると思います。ただこれはあくまで被写体自体がそこまで大きなこう動きをしていないっていう場合の話であって、被写体が歩いてるとか走ってるとか、そういった場合は、カメラがこうやって多少動いてたとしてもそこまで大きな違和感っていうのはないです。被写体の動き以上にカメラマンが全速力でこう周りをぐるぐる回りながら撮影するとか、そういったどうしてももうがっつり動きが出てきちゃうみたいな時は、こういった場合はね、さすがにジンバルとかがあるといいかなっていうふうに思います。ちなみに今回僕の作例も、ジンバルと手持ち半々ぐらいでやってて、こういった大きな動きのあるような撮影ではジンバルを使ってます。じゃあ最後の Tips なんですけど、これはね、もう本当にたくさんカットを撮るってこと。やっぱりね、こうスローモーションってこうあんまり動きが大きくないので、その映像で10秒20秒、視聴者の興味を引き続けるっていうのは結構難しいと思うんですよ。ただそう言うと撮影大変じゃんって思うかもしれないんですけど、例えば前編スローモーションで撮った僕のさっきの作例、あれ大体2分の映像なんですけど、ただスローモーションで撮影しているので、実際に撮影した秒数に換算すると24秒しかないんですよ。ただもちろん僕もあの作例を撮影するのに費やした時間が24秒ではないんですけど、ただ1秒こうやって撮影しておけば、スローモーションにするとそれ実際5秒の映像になっているので、そんな感覚でとにかくいっぱい撮っておくといいんじゃないかなっていう気がします。写真撮ってる感覚に近いんですよね、スローモーションの映像って。なんかすごくここ絵になるかもって思ったところで、シャッターをバシャって切る代わりに、1秒レックする。その1秒の間にさっき言ったような、ちょっとしたカメラワークを入れておく。これを繰り返して繋いでいくだけで、しっかりね、僕の今回の作例みたいな映像っていうのは撮れると思います。で、この Xperia 1 Mark IV であれば 16mm、24mm で85から 125mm の光学ズームもこれ全部スローモーション撮れるので、同じロケーションの撮影であっても、これらのレンズを切り替えてね、撮影することによってしっかりといろんなバリエーションを撮ることができるので、そういった風にやるのもいいんじゃないかなっていう風に思います。というわけで今回ね、この Xperia 1 Mark IV を使って、スローモーションを活かしたシネマティックな映像を撮る方法っていうのをお伝えしてきたんですけれども、どうですか？今回の動画を見れば、僕が作例でねお見せしたような映像ぐらいだったら、撮れるような気がしません？多分撮れると思います。この Xperia 1 Mark IV があればね、ということで、はい。本日の動画は以上となります。ぜひこの Xperia 1 Mark IV 興味があるという方は公式ホームページの方でチェックしてみたり、またね店頭の方で手に取ってぜひ実際に試してみてほしいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。